こんにちは、さゆりです。今回は朝ごはんについて話します。皆さんは朝ごはんを食べますか？それとも朝ごはんを食べませんか？私は朝ごはんを食べます。日本人はどんな朝ごはんを食べているのか、そして私がよく食べている朝ごはん、特別な時に食べる朝ごはんを紹介するゆるいエピソードとなっています。このエピソードを聞くと少しお腹が減ってくるかもしれません。はい。では、まずはじめに、日本人はどんな朝ごはんを食べていると思いますか？ご飯に焼き魚、味噌汁、卵焼き、漬物などをイメージする方も多いと思います。そういう家庭もあると思うんですけど、結構朝ごはんはパン派の人が多いと思います。私の周りでも、あとスーパーとかに行っても、パンを買っている人がとても多いですね。それは私が今大阪に住んでいるんですけど、関西に住んでいるのが原因かもしれません。関西地方の人は朝ごはんにパンを食べる人が多いと言われています。そして関西人のお母さん、特に大阪のお母さんの口癖は、明日のパンある？だそうです。聞いた話によると、いつも明日のパンの心配をしているみたいなんです。それぐらい、朝はパンという家庭が多いそうです。これも今、はっきりしたデータがあるわけじゃないんですけど、そのように感じます。朝ごはんにパンを食べるとしたら、どうやって食べるんでしょうか？ホテルとかに行くと、トーストやなんか小さいパンがありますね。多分そのようなものを食べるんだと思います。トーストはやっぱり簡単で安く手に入るし、早く料理できるから、それを食べるという人が多いと思います。食パンの大きい塊のことを一斤と言うんですけど、いくつに分けて切っているかというのが、スーパーなどに行くと5枚切りとか6枚切りとか4枚切りというふうに分かれています。4枚切りは比較的分厚いです。ちょっと厚めのトーストでふわふわっとしているパンが好きな人はそれを買うと思います。正直私はパンが好きなんですけど、朝ごはんにパンは食べないので、わかりません。でもスーパーでよく売っているのとか、買っている人を見ると、パンは人気なんだなと思います。これを聞いている方は外国人の方が多いと思うんですけど、外国人の皆さんが思っているほど、その朝の定番の焼き魚、卵焼き、味噌汁、漬物、ご飯みたいな食事をする家庭はあんまりないんじゃないかなと思っています。どうですか？日本で暮らしている方、ぜひ教えてください。もしかしたら家族とかいたら、忙しい朝でも品数多く用意している家庭がありそうですね。うん。はい。で、私が普段何を食べているかというと、本当にシンプルなものを食べます。一番多いのは、ご飯と味噌汁と納豆とかですね。で、ご飯は少しこだわっていて、毎朝炊きたてのご飯を炊きます。土鍋でご飯を炊きます。電気でできる炊飯器の方が簡単だし便利なんですけど、私は火を使って土鍋でご飯を炊いています。理由はなんか美味しいからです。あとは、土鍋でご飯炊いたら何でも美味しいですから、しらすっていう小さい魚、ちょっと気持ち悪いっていう人も多いと思うんですけど、小さい魚をそのご飯に乗せて食べたり、あとは本当にめんどくさい時とかはお茶漬けを食べます。お茶漬けっていうのは、炊きたてご飯がない時に、冷えたご飯に、お茶漬けの素っていうのがあるんですね。で、それを振りかけてお湯を注ぐだけですね。それも時々食べると美味しいです。なんかリゾットじゃないけど、さっぱりしたリゾットみたいな感じです。もう一つよく食べるものがありました。卵かけご飯です。卵かけご飯、TKG ですね。はい、これは炊きたてのご飯と生卵と醤油で食べます。鰹節を入れたり、海苔を入れたりすることもあります。はい、本当に美味しいです。
朝からいろいろ作ってもいいんですけど、やっぱり自炊するにあたって、自分で料理するにあたって一番大切なのは続けられることだと思うので、そんな感じで朝ごはんを作って食べています。はい。味噌汁の具は何を入れるかはあまり決めていません。その時冷蔵庫にあるものを入れます。だから、ネギとか大根、ナス、きのこ、油揚げとか豆腐、わかめなどいろいろなものを入れます。でもだいたい3つまでですね。いろいろ入れすぎると味がボケてしまうというか、あんまり美味しく感じないので、3つぐらいまでに絞って作ります。お気に入りは大根と油揚げとわかめですかね。でもトッピングでネギもありだと思います。はい。皆さんの好きな味噌汁の具はありますか？で、ちなみに出汁は、私は出汁パックっていうのを使っていて、お湯で出汁を簡単に取ることができます。で、もっと簡単に出汁が取りたいよっていう人は、本出汁とかの顆粒状になっているものを使う人が多いと思います。顆粒状っていうのは、小さい粒で、それを水に入れると、簡単に溶けるものですね。見たことあると思います。それを使う人も多いですね。私はだしパックを使って、そのだしパックの中にはおそらく鰹節とか昆布とか入っていると思うんですね。それを沸騰させてだしを取っています。皆さんの好きな味噌汁の具は何ですか？ぜひ教えてください。で、私はご飯派と言ったんですけど、実はパンも好きなんですね。でも1週間に1回、2週間に1回食べるかどうかですね。で、そういう時は何を食べるかというと、イングリッシュマフィンという名前のパンがあるんですよ。それをトーストして、アボカドを切ったものと、塩コショウをしてサンドします。アボカドトーストバーガーみたいなのを作って食べる時があります。で、本当に元気があったら、そこに目玉焼きとかを焼いたりします。はい。で、目玉焼きで好きなのは醤油ですね。はい。普段の朝ごはんはご飯で、時々パンを食べるぐらいなんですけど、この間、朝ごはんで有名なビルズというオーストラリア生まれのレストランに行ってきたんですね。この朝ごはんはすごいと思いましたので、どんなものを食べたか、シェアしたいと思います。ビルズは日本だと結構都会にはあります。大阪にもありますし、もちろん東京にもあって、福岡にもあります。私は大阪と福岡に行ったことがあるんですけど、本当に美味しいですね。何が美味しいかというと、リコッタチーズパンケーキがあるんですね。すごくなんかふわふわだけど、ちゃんと味もしっかりしていて、一口一口食べるたびに幸せな気分になります。一皿に2枚乗っているので、一人でそれを食べるとパンケーキしか食べられないので、2人以上で行くことをお勧めします。できれば4人ぐらいいた方がいろいろ食べられて楽しいんじゃないかなと思います。リコッタチーズパンケーキ以外で食べたのは、なんかビッグオージーっていうプレートで、そこにはローストしたトマトだったりマッシュルームだったり、すっごく美味しい、なんか食べたことのないようなスクランブルエッグがありました。うん。で、店内はとても落ち着いていて、コーヒーも美味しくて、サービスも良くて、本当にこういう朝ごはんも時々いいなと思いました。うん。で、ビルズだけじゃなくて、私は多分朝ごはんはオーストラリア系が好きですね。オーストラリアに、3ヶ月ですけど、少し滞在したことがあって、その時食べて美味しかったのは、エッグドベネディクトですね。とか、ハッシュドポテト。あと、アボカドスマッシュトーストっていうんですか？なんか、トーストしたパンに、なんか、スマッシュしたアボカドちょっと潰したアボカドに多分塩コショウとかレモンかライムが乗ってるようなやつ。あれもすごい美味しいなと思いました。
で、プラスオーストラリアにはハラミチーズを初めて食べた場所なんですけど、それも美味しいなと思いました。うん。でも今話してるのはもしかしたらオーストラリアだけじゃないかもしれない。皆さんの国でも食べている朝ごはんかもしれないんですけど、私は本格的なものを食べた国が、オーストラリアだったのと、あとビルズがオーストラリアのお店なので、オーストラリアの朝ごはんすごく好きだなと思いました。オーストラリアのメルボルンはカフェの街として有名ですね。行ったことがないんですけど、なんかそのスタイルのコーヒーも好きです。エスプレッソプラスなんかミルクの飲み物は時々飲むとすごく美味しいなと思います。フラットホワイトも大好きですね。フラットホワイトはおそらくオーストラリアとかニュージーランドが発祥なんですかね。よく見るメニューでした。だから理想の朝ごはんというか、毎日はちょっと豪華すぎるけど、1年に1回とか2回はそういうちょっと豪華な朝ごはんって感じの朝ごはんを、食べたいなと思っています。はい、皆さんの好きな朝ごはんは何ですか？今回はかなりゆるい感じで朝ごはんについて話しました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。